ちは、こんばんは。ニトロ Vlog のリリですよ。もう3月だね。お久しぶり。外、めっちゃ花粉飛んでるから外出したくないよね。さて、今回の動画は先月出たアンバーニックの Android ゲーム機 RG556 のレビューだよ。この機種、ちょっと触ってみたけど、かなりイケてる感じするんだよね。それでは、早速見ていこう。まずは、開封。外箱はいつものアンバーニックの白い箱だよ。シンプルって言えばいいけど、ちょっと味気ないかな。そして、出てきたのがクリアブルーの RG556 本体。このカラー、前のクリアモデルより透け感が強い気がする。めっちゃ綺麗だし、いい感じだよね。付属品はいつも通りの構成だよ。まずは、ガラス製の保護スクリーン。画面に傷つけたくないなら、貼りましょうね。それから英語と中国語のマニュアル。ちょっと読むのめんどくさいけど、必要かな？最後に充電用の USB-C ケーブル。全部並べてみたら、こんな感じだよ。さてさて、本体の見た目を確認していきましょう。まずは、RG556 のデザイン。グリップ部が盛り上がってて握りやすそう。色はブラックとクリアブルーの2色があるんだって。クリアブルーはすっごく透明感があって綺麗。高級感はないけど、触り心地はいい感じですよ。背面には吸気口とアンバーニックのロゴがあるんだけど、ロゴの印刷位置が本体カラーによって違うんだよね。こだわってる感じがするよね。背面のシルバーシールドとクーリングファンの見た目もかっこいいですね。フェイス部の操作ボタンはオーソドックスな配置だよ。右下にスタート、セレクトボタン、左下にファンクションキーと戻るボタンがありますよ。ABXY ボタンはちょっと遊びがあるけど、操作感は悪くないかな。十字キーはキートップに彫り込みがなくて滑りやすいかも。アナログスティックはホールタイプで操作感がいい感じ。あとね、アナログスティックの周りがライトで白く光るんだけど、明るくて目に刺さるから基本は消したままがいいかも。電源とボリュームスイッチはこの位置。右側は排気口です。ショルダーボタン、LB、RB はカチカチ音が少し気になるかも。下部には SD カードスロットと USB-C ポート、イヤホンジャックがあって、左右のグリップ部にはスピーカーも内蔵されています。RG556 のスペックは映像通りで、ちょっと解説すると、まず、OS は Android 13を使ってて、日本語設定もできるし、Google Play も最初から入ってる。だから Android アプリなら、Play Store からサクッとインストールできるよ。それにね、Linux モデルのようなゲームランチャーも搭載されてて、エミュレーターアプリもプリインストールされてるんだ。タッチ操作をボタンに割り振るキーマッピング機能もあって、たくさんのゲームに対応できますよ。ただね、システムメニューやアプリが英語だから、ちょっと使いづらさも感じるかも。SoC はユニソック、ギガー T820 で、メモリーは 8GB、内蔵ストレージは 128GB だよ。アンツツベンチマークスコアは約47万点。ミッドレンジ性能だけど、アンバーニックの中では最高性能。だから Android アプリはほぼ問題なし。エミュレーターも PS2、Wii、ゲームキューブ、
3DS の多くのタイトルが動きますよ。スクリーンは 5.48 インチのフル HD 解像度。アクティブマトリックス式の有機 EL を搭載してるんだ。ちょっと大きめな画面で視認性がいいし、発色や輝度もいい感じだよ。少し青みがあるけど、黒の表現がすごく綺麗。アンバーニックの中では一番綺麗かもね。それ以外にも、ホールジョイスティックやホールトリガー、ジャイロスコープ、振動モーターが搭載されてて、USB-C によるディスプレイ出力もできるんだ。操作性も使い勝手もめっちゃいいモデルなんじゃないかな。さて、ホールド性についてだけど、この RG556 はプラスチックのシェルで、見た目は滑りそうだけど実際は意外と手に吸い付く感じがあるんだよね。本体がちょっと大きめだから手にフィットしやすいし、画面も綺麗だからゲームするのにはとってもいい感じ。でもね、携帯性はあんまり良くないから、操作性とのトレードオフですかね。ABXY ボタンがちょっと遊びが多いかな。でも、実際にゲームをするとそんなに問題ないんだよね。気になるのは十字キー。軸が浅くてちょっと違和感があるかも。慣れれば大丈夫だと思うけどね。ジョイスティックはリニアに反応して使いやすくて、配置も良い感じ。ショルダーボタンもいいんだけど、LB、RB ボタンがちょっとカチカチ音が耳障り。トリガーボタンは反応はいいんだけど、少し硬めに感じるかな。でもね、どれもホールド性も操作性も総合的に見て、めっちゃいいレベルだと思いますよ。ゲーム性能についてだけど、T618 機種ではやや動作が重かったゲームでも、RG556 ではめっちゃ快適に動くんだよね。例えば Wii のスーパーマリオブラザーズだと、CPU 設定をハイモード固定にしたら、フレームレートがだいたい 60fps で動いちゃうんだよ。それから PSP のボット、ボブ、ウォーも、たまに書く月があるけど、私が持ってるデバイスの中では一番安定して動いた。PS2 やセガサターンなんかのゲームも、私が試した限りではだいたい快適に動くから、T618 から買い替えてもかなり満足度は高いと思うよ。Android ゲームアプリもほとんどがスムーズに動くし、画面も大きいし綺麗だし、操作性もいいから、PC ゲームのストリーミングプレイやクラウドゲームでも快適に利用できそうだよ。RG556 なら、ハンドヘルドのゲーム環境を1台で楽しめるって感じだね。私が感じた RG556 のちょっと良くない点だけど、まずは内蔵スピーカーの音質。臨場感はあるし、音量も調整できるんだけど、実際の音質はあまり良くないんだ。中低音が足りなくて、音がこもって聞こえる感じ。それから、ジョイスティックのライティング効果。クリアブルーの場合は、眩しくてちょっと邪魔だよね。輝度もカラーも変えられないから、必要ないかなって思う。あと、OS やランチャーアプリなんかの完成度もね、日本語に対応してないとか、使いにくいところがあったりして、ちょっと不便だよね。でも、今後のアップデートで改善されることに期待したいかな。さて、RG556 のざっくりレビューはこれで終わりです。最後に、気になるレトロイドポケット4との比較ですが、上位モデル、レトロイドポケット4プロと RG556 は価格がほぼ同じ。だけど、RG556 の方が性能低いんですよね。これはちょっと残念。RG556 を選ぶべき最大の理由は、やっぱりスクリーンの大きさと表示品質かな。あと、グリップ感、操作性の点も RG556 の方が良さそう。
私は RG556 かなり気に入ったし、いい製品だと思うので、皆さんも公式ストアでチェックしてみてね。概要欄に公式ストアのリンクが貼ってありますよ。はい、そんな感じで今回の動画は以上。チャンネル登録や評価、コメントお待ちしてるね。最後まで見てくれてありがとう。それじゃ、またね。バイ。